さあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。36回目の今回は、高校時代、ドカベンこと香川信之選手と、バッテリーを組んでいた投手の解説になるよ。その選手とは、中日、ロッテに在籍していた、牛島和彦選手だよ。それじゃあ早速、解説始めていくよ。牛島和彦、1961年4月13日生まれの59歳、大阪府大東市出身の元プロ野球選手だよ。引退後は監督、野球解説者を務めたよ。所属事務所は、株式会社プラミンだよ。大東市立市場中学校3年の府大会で、対戦した優勝候補筆頭の大体大附属中学にいた、ドカベンこと保守、香川信之と出会ったよ。牛島は当初、天理高校に行くつもりだったが、香川から、3年後に強いチームを作りたいと熱心に誘われ、波小高等学校に進学。香川とバッテリーを組み、低迷していた野球部を復活させたよ。2年生春選抜大会、3年生春選抜大会、夏選手権大会と、合計3度甲子園出場を果たしたよ。2年生春の第50回選抜高校野球大会では、高松商業高校に0対3で初戦敗退。3年生春の第51回選抜高校野球大会では、決勝戦に進出、近畿勢同士の美濃島高校に7対8と惜敗したが、準優勝を果たしたよ。3年生の夏には大阪府予選決勝で、主砲、小早川を擁して4期連続の甲子園を狙っていた、前年夏の優勝校 PL 学園高校を破って、甲子園代表入りを果たすよ。第61回全国高校野球選手権大会では、後に中日でチームメイトとなる、上尾高校の二村からホームランを打ったこともあったが、準決勝で池田高校に0対2で敗れてベスト4止まり、惜しくも春夏連続の決勝戦進出はならなかったよ。そして、プロでの同期となる岡田、木田に指名が集中する中、1979年のドラフト1位で、中日ドラゴンズが単独指名したよ。入団1年目の1980年から1軍で登板し、2勝を挙げるよ。1981年は開幕1軍をつかみ取り、中継ぎとして1軍に定着。1982年は鈴木、小松の後を継いでリリーフエースとなり、17セーブを挙げてチームのリーグ優勝に大きく貢献。同年の西武との日本シリーズでは4試合に登板。第3戦では、8回から鈴木のリリーフとして起用され、シリーズ初勝利を記録。第4戦でも、9回に小松をリリーフして無失点に抑え、シリーズ初セーブを挙げるよ。しかし翌1983年は、昨年の8月上旬から肘を痛めてしまった影響で、リリーフ失敗が続くよ。気分転換も兼ねて先発に回り、初の2桁の10勝を挙げたが、シーズンを通しての安定感には欠けたよ。1984年は再びクローザーとなって、自己最高の29セーブを挙げ、最多セーブ投手となるよ。1985年シーズン途中で先発に転向し、6勝8セーブで、6完投もあったよ。そして1986年オフ、ロッテオリオンズの主砲、落合と1対4の大型トレードが発表されるよ。名古屋球場近くに自宅を購入し、星野が監督に就任したばかりで、このまま現役を、中日で全うしようかというところでのことであったため、最後まで納得せずに抵抗するが、星野が自宅に呼んで牛島を説得したそうだよ。そして、1987年、落合とのトレードで上川、平沼、桑田と共にロッテへ移籍したよ。移籍にあたっては星野が、将来中日の指導者として呼び戻すと述べたが、結局中日復帰は実現せず口約束で終わっているよ。なお高卒新人時代の1980年7月、西武球場で開かれたジュニアオールスターゲームでは、オールウェスタンで出場。南海ホークス入りしていた香川と、久々のバッテリーを組んだが、試合では、オールイースタンの主砲であった落合にタイムリーを浴びているよ。移籍初年の1987年は2勝24セーブを記録し、最優秀救援投手のタイトルを獲得。1988年は25セーブを記録し、最多セーブ投手となるよ。1989年は先発に転向し、自己最高の12勝を挙げ、プロ入り初めて規定投球回数もクリアしたよ。しかし、1990年には血行障害に苦しめられ、ほぼ1シーズンをリハビリに費やすよ。そして同年と翌1991年は未勝利に終わったよ。1992年4月7日の福岡大英1回戦で、3年ぶりの勝利を関東勝利で飾るよ。ちなみにこの試合は、チームの千葉移転後、千葉ロッテマリーンズとしての初勝利であったよ。結局同年は3勝を挙げるが、翌1993年に現役引退。14年間のプロ生活を終えたよ。1994年、TBS と CBC の野球解説者に就任。11年間務め、理論派でかつ爽やかな口調で人気があったよ。また、スポーツ日本野球評論家も合わせて務めるよ。
1997年オフ、横浜ベイスターズの監督に就任した権藤から、一軍投手コーチの要請を受けるが、熟慮の末、子供の学校の問題もあるし、家のローンも残っているのでと断ったよ。1999年オフに、中日時代の同僚だった大島康則が、日本ハムファイターズの監督に就任、大島から一軍投手コーチの要請を受けるが、球団が出した条件と合わず就任に至らず、2005年、横浜ベイスターズの監督に就任。就任1年目にして3年連続最下位のチームを A クラスに導くよ。しかし、2006年に横浜のチーム不振に伴い、同シーズンをもって引責辞任。8月上旬には退団の意向を固め、10日に佐々木社長とのトップ会談で辞意を申し入れたよ。9月3日の会見では、一生懸命に応援していただいているファンに申し訳ないという思いが強く、決断した。選手は本当に頑張ってくれたが、2年契約の2年目で結果を残せなかったのは、私の責任だと思って会社に伝えた、と話したよ。休園期間には、交流戦後はいい戦い方ができていた。故障していた選手も徐々に戻ってきていて、戦力も厚みを増してくる。チーム内でもいい意味での競争もできそう、と巻き返しを期していたが浮上できなかったよ。ただし、成績不振の隕石というのは表向きで、実際はチーム強化をめぐって、消極姿勢を示した球団との確執が原因、という噂も囁かれているよ。その後、TBS と CBC のテレビとラジオの野球解説者、スポーツ日本の野球評論家に復帰したよ。現在は、解説者として出演する傍ら、横浜ベイスターズ監督当時の、フィジカルトレーナーである山口光国と共に、センスアッププラススポーツアカデミーを開講し、技術だけではなく、体の使い方、心の持ち方など自身の経験を、惜しみなく伝え、子供たちを指導しているよ。また、2011年より、セガサミー公式野球部の特別投手コーチを務めるほか、社会人野球チームや、大学野球の投手指導も行っているよ。そしてここからは、エピソードを紹介していくよ。浪小高校時代は遊びほうけて、練習に全く来ずに試合にひょっこり現れて、完封してしまったり、マウンドに伝令に来た選手に、投げてるのは俺や、黙って見とけと言い放っていたそうだよ。さらには練習を取材に来たテレビのインタビューでも、俺が投げれば、チームは絶対勝ちますからと豪語するなど、切れ長の目をした甘いマスクと、独特なキャラクターで、女子中高生を主とした甲子園ギャルの間で人気を博したよ。1979年の春の選抜では準々決勝で、延長13回に121球を投げ抜いた翌日、東洋大姫路校との準決勝でも、関東勝利をマークするなど、タフネスぶりの片鱗はすでに高校時代から見せていたよ。その高校時代にバッテリーを組んでいた、ドカベンこと香川が、プロ野球選手としての生活においても、年ごとに体重が増えていく香川に対し、牛島自ら注意を呼びかけていたよ。後に牛島は、プロ野球引退後の香川に対する評価として、いずれは球界を代表する選手になると思っていた。だが急激に太り出したことで、年数が狭まってしまったと惜しんでいたよ。ドラフト前は才能こそあったものの、あまりの素行の悪さから手を引く球団が続出し、中日も一度は指名を見送る予定だったが、当時の監督だった、中俊夫の強い希望と星野の俺が鍛え直してやるの一言で、指名を決めたそうだよ。また、中日時代には門限破りの罰金を、給料から天引きにしてくれと言い残したり、部屋の扉に罰金をあらかじめ貼り付けたりして、夜の街へ遊びに行ったというエピソードが牛島自身から語られているよ。現役時代から星野千一に憧れ、星野も牛島を可愛がってきたそうだよ。しかし星野は、牛島を落合獲得のため、1986年秋の中日監督就任直後、ロッテにトレードするよ。トレード決定後、気持ちの整理がつかぬまま、移籍会見に臨むため東京に向かう牛島を、星野は名古屋駅の東海道新幹線ホームで見送ったそうだよ。牛島は人目をはばからず号泣。星野は後年のインタビューで、牛島は、他のチームの野球を勉強させるつもりでトレードに出した。いずれは中日に復帰させるつもりだったが、実現しないまま引退してしまった、と語っているよ。大島とは中日時代はあまり交流がなく、名古屋では大島の方が人気者であり実績も優れていたため、共に中日に在籍していた頃は、二人で食事に出かけたことは1回だけであったと、後に2018年の大島との対談で触れているよ。ところが、共に移籍に伴い東京に移住すると、時には一緒のマンションに暮らすほどの親密な仲になり、家族ぐるみの付き合いもあったというよ。対戦では、1988年は7打数1安打と牛島優勢で、1989年は6打数5安打と大島が打ち込んでいたよ。監督時代には、投手の癖などを矯正する技術に長けており、マーク・クルーンを入団させる際、球は速いがコントロールに難があったことから、フロントは難色を示したよ。
しかし、ビデオを見た牛島監督がこの癖なら強制が可能と判断し、クルーン獲得を決断。牛島監督の強制でクルーンは請求難が治り、リリーフエースの座を佐々木から奪い取るほどの活躍を見せたよ。牛島は大の飛行機嫌いであり、ロッテ時代は地方での試合が多く、特に札幌市丸山球場での試合前後には、移動手段に頭を悩ませることが多かったというよ。解説者時代も長時間の飛行機移動を嫌って、メジャーリーグの視察の誘いを何度か立っているよ。また、横浜監督就任後の2005年、春季キャンプのため宜野湾市へ向かう際には、緊張の面持ちで飛行機に搭乗。那覇空港到着後、報道陣に久々の飛行機の感想を問われると、降りる時は揺れたねと、苦笑交じりに答えたよ。シーズンに入ってからも、長崎ビッグ N スタジアムで広島戦が行われた際、前日の移動日には、飛行機移動のチームを離れ、新横浜駅から朝一番の新幹線、のぞみ1号と在来線特急かもめを乗り継いで、長崎まで移動したよ。さらに交流戦の際、フルキャストスタジアム宮城での楽天戦の次カードは、移動日なしで札幌ドームでの日本ハム戦だったが、楽天戦の3戦目が、雨天中止となったのを良しとし、翌朝飛行機で移動するチームを離れて、一人寝台特急北斗星で移動するという徹底ぶりであったよ。取材記者にその点を突っ込まれても、常に車窓から海を眺められたりして、良い気分転換になったなどのコメントで返しているよ。2014年9月26日、浪小高校時代にバッテリーを組んだ、ドカベン、香川信之が心筋梗塞により52歳で死去。訃報を聞いた直後の牛島は、なんでや。まだ早いやろ。具合が悪いとは聞いていたが、強い運を持ってる男だから、きっと乗り越えると思っていた。こんなに早く行ってしまうとは。と、大きな衝撃を受けつつ、最近なかなか会話する機会がなく、数年前母校の甲子園出場であったのが最後だった。もうボールを受けてもらえへんのやな。と、寂しさを募らせていたよ。2018年8月8日の朝、第100回全国高等学校野球選手権記念大会の、レジェンド始球式へ登場したが、ワンバウンド投球となり苦笑いを浮かべたよ。なお牛島は、甲子園始球式の話が来た時に、もし生きていればキャッチャーは香川だったのかな、と思っていたと、忍びながらコメントしているよ。観客席では香川夫人と、娘たちが遺影を携えてこの当番を見守ったよ。さあ、今回はこの辺にしておこうか。編集してみての感想は、以前紹介した香川選手の高校時代のバッテリーだったことは少し知っていたけど、香川選手自身が牛島選手を高校へ誘っていたんだね。プロでは同じチームになることは叶わなかったけど、牛島選手自身も香川選手の心配をしていたみたいだね。指導者としても、低迷していたチームで成果が出なくて辞任したけど、続けていたらどうなっていたんだろうね。投手の癖を見抜く、投手出身ならではの視点での指導、何気に今のカープに必要な気がしてきたよ。それじゃあ今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。